この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は顔をもっと可愛くする方法というテーマでお送りしていきたいと思います。今回使用するイラストはこちらですね。こちらは前回の講座、顔を可愛く描くで描いた田中ちゃんのイラストです。結構自分でも可愛く描けたと思うんですが、ここで終わってしまうとプロとして失格になっちゃうんですよ。これで完成じゃなかったのって思った方もいると思うんですが、実は顔はここからまだまだ可愛くできちゃうんです。今回はこちらのイラストにある工夫を施して、さらに可愛くする過程をお見せすることで、一見完成しているイラストでもどこにどう手を入れれば完成度を上げることができるのか、さらに可愛く仕上げるためのポイントはどこにあるのかを知っていただけるんじゃないかと思います。今回紹介する方法を取り入れていただければ、あなたのイラストがさらに魅力的になり、可愛い手記、そんな風に見た人の目を釘付けにしてしまう魔法を手に入れることができると思います。ぜひ最後までお付き合いください。髪の毛の魔法。まず前髪のボリュームについてです。前髪の印象はキャラクターの可愛さに直結する部分なので、一旦完成したイラストでもこの部分のバランスを見直してみることで、劇的にキャラクターを可愛くすることができます。この絵の場合には少しおでこが多めに見えている印象です。キャラクター性にもよりますが、田中ちゃんの性格は強がっているけど内心結構ビビっているような、そういう小動物的な可愛さを持っています。ですが、おでこが見える面積が多いと、それだけあけすけな性格を表すことになり、本来目指しているキャラクター性と離れてしまいます。その矛盾が可愛さを減らしてしまう原因になることがあるので、調整していきます。生え際の部分を下に下ろす調整と、頭頂部を少し後ろに調整することで、前髪のボリュームを増やして、ちょっとビビリ屋な田中ちゃんの可愛さを増やすことができました。ポイントとしては、このように意識的に目の上に髪の毛をかけてしまうのが非常に効果的です。こうすることでビビリ屋という性格を強調することができます。またそれ以外にも少し秘密を持っている神秘性だったり色っぽさなんかもキャラクターによっては目隠しによって表現することが可能です。この辺についてはこちらの動画、反則技髪の毛を簡単に描く方法を参考にしてみてください。髪の毛による性格の描き分けについて詳しくお伝えしています。さらに細かい部分ですが、髪の毛の細かさやニュアンスによってもそのキャラクターが本当に生きているような魔法をかけられるんですよ。例えば目にかかるこの毛束や中央の毛束ですね。この部分は今は割とシンプルにシュッと書いてありますが、ここを少し毛束を分けてこのようにしてみることで随分印象が変わると思います。さらに効果的なのはサイドヘアですね。こちらも毛束を分けつつ毛先に少しニュアンスを加えることによって、よりキャラクターとしての存在感、あれ本当にここにいるみたいという感じを強調することができます。さらにより小顔に見せたい場合にはサイドヘアを意識的に内側に寄せるのも非常に効果的なやり方です。こうするだけで顔の面積が間延びすることなく、より顔の中心にスッと目が行き、ダイレクトに可愛さを表現することができます。特に顔をよりで見せるようなバストアップのイラストの場合には、毛先を細かく分けたりニュアンスを加えるこの調整はとても効果的に働くので、ぜひ試してみてほしいです。また質感も大事な可愛さを強調するための要素ですね。質感を表現するには陰影をつけていく必要がありますので、この段階で全体に陰影を乗せていってみましょう。はい、こんな感じです。やはりなんといっても顔の可愛さに直結するのはこの前髪の部分のハイライトです。ポイントとしてはこのハイライトはあまり上すぎないように注意することです。例えばこのハイライトをこのように上に上げてしまうと絵の重心が上に上がってしまいます。そうすると自然にキャラクターの目に視線がいかなくなってしまい、見た瞬間の可愛いという衝動が少し薄れてしまうんです。また重心が上に上がった
ったことで若干面長な印象につながってしまいます。逆に大人びたキャラクターを描く場合には効果的ですが、田中ちゃんの年の割に幼いという可愛さには相性が悪いので、ハイライトは下目に入れることを意識します。さらにサイドヘアの位置、とりわけ目の高さと同じ位置にハイライトを入れるのも効果的です。これはなぜかというと、集中線の役割を果たすからです。わかりやすく言うとこういう線のことですね。これを描くと自然に瞳に目が行くのがわかると思うんですが、いくらなんでもこの集中線をここにずっとひっつけておくのは人間としておかしいですよね。なので代わりにハイライトを利用するわけです。目と同じ高さにハイライトを入れることで自然と瞳に目が吸い込まれていく感覚を追加することができるんですね。ハイライト一つとっても奥が深いでしょ。ここまで見ていただいてお分かりいただけたと思いますが、今回のポイントは超細かいです。まだ初心者、成長途中にある方が見ると、そんなのどっちでもよくないって思ってしまうような微妙な差について細かく言及しています。なので今回の講座を見てすごく分かったと感じられた方は、それだけ上級者、少なくとも優れた目を持った方だと思います。そのぐらいレベルの高いことをやっていますので、頑張ってついてきてくださいね。瞳の魔法。あとはまつげですね。この部分もさらにキャラクターを可愛くする魔法をかけられる部分です。まずは僕の動画ではおなじみ、目尻を赤くするやり方。これによって目に生気が宿ってキャラクターをより生き生きと見せることができます。そして細かい処理ですが、目頭の部分、ここをほんの気持ち薄くするのも効果的です。これはなぜかというと、ここを薄く弱くすることによって目の中心に重心を持っていき、目の中央、瞳の部分を強調することができるからです。さらにまつげの中央部分にも少しだけ細かい工夫を施します。実際にはそんなことありえないんですが、ここに目の色を反射させてしまうっていうやり方です。例えば田中ちゃんの瞳は鮮やかなマゼンダなので、このまつげの部分にもうっすらとマゼンダのグラデーションをかけます。その後で上から薄くまつげですよーっていう線を重ねて、グラデーションが浮きすぎないように調整します。実際の人間を観察しても、そんなことはないんですが、これによって目の輝きをより強調して可愛さをアップさせる効果を追加できるんです。さあ、ここまでで勘のいい人はもう分かったと思うんですが、こういった細かい色や形の操作によっていかに瞳の部分に視線を集中させるのか、この部分が可愛さをアップさせるための一つの考え方になります。このポイントをぜひ押さえておいてください。次は瞳のハイライトですね。ハイライトを工夫することによってさらに大きくキャラクターの可愛さを引き出すことができます。まずはこの真っ白なハイライト、この数を増やすことによって瞳の輝きをアップすることができます。こんな風に瞳の左右に小さなハイライトを入れてみましょう。これだけでほら目力がぐっとアップしたでしょ。さらに僕の絵ではおなじみなんですが、セカンドハイライトですね。これを中央のハイライトの近くに配置して目の印象を強めます。そして映り込みです。ハイライトよりはうっすらですが、目の中にかすかに映り込む光を描き加えることで目のうるうる感、宝石のように輝くキラキラした印象を追加することができます。こちらは弱めに描いていくのがいいので、レイヤーモード、ソフトライトなどを効果的に使って描いていくといいと思います。さあ、もう一工夫です。ここは大事なポイントですよ。一番強いこの真っ白なハイライトの周りにほんの少しだけ色を追加します。色は何でもいいんですが、かなり明るく彩度が高い色が効果的だと思います。こんな風にほんの少しだけでいいので、ハイライトを強調するようにシュッと狭い面積で入れてあげます。こうすることによってイラストを見た瞬間、お、なんだと見た人がびっくりして思わず絵を見てしまうような強烈な輝きを目に追加することができます。これは結構強烈な調味料で、例えるならある意味ハバネロぐらい強い香辛料なので、入れすぎには注意ですよ。一応瞳のハイライトの描き方の補足としては、目の描き方には流行、流行りがあります。今紹介したハイライトの描き方はかなり絵柄の流行りに影響される部分なんですが、その流行りによる目の描き方を紹介した動画がありますので、詳しくはこちらを見てください。概要欄にも URL を載せておきます。
さあ、そして、これはかなり飛び道具的な技についての解説になります。最後にこのイラストに、ある強烈な魔法をかけてみましょう。はい、こんな感じです。今、何をやったのかわかりますか？そうです。奥の目を手前の目よりも大きくしました。遠近法おかしくない？奥の目の方が小さくなるのが自然だよねって思ったあなた。それ正解です。そうなんです。遠近法、自然法則に従うなら、奥の目は手前の目よりも小さくなるはずなんですが、でもね、こうやって見比べてみると、ほら、なんだか奥の目を大きくした方が魅力がアップした感じしませんか？これには印象値が大きく関わっていると僕は思います。ちなみに印象値というのは僕が作った造語です。顔を正面から見て左右に分けて考えた時、右の目と左の目の印象の強さを数値化したものを印象値と呼んでいます。正面から見ると左右の目の大きさは一緒ですから、印象値は50対50ですよね。で、これに角度をつけると、こう、奥の目が見える面積が減り、60対40ぐらいの印象値になってしまいました。デッサン的にはこれが自然ですが、なんとなく物足りないような、そんな印象になってしまいます。では、なぜデッサン的に正しいはずなのに物足りなく感じてしまうのか。これは僕の予想ですが、人はたとえどんな角度でも左右の顔の印象値のバランスが均等に保たれている状態を好むからだと僕は思います。そこで印象値の操作です。印象値60対40だった目のバランスをデッサン的には嘘をついて50対50になるように調整しちゃいます。するとこんな感じ。いかがでしょう？デッサンとしてはおかしいですが、こっちの方がなんとなく目を引き込まれるような魅力がアップしたのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。これはおそらく歌舞伎の見栄にも通じる方法だと思っています。歌舞伎の見栄って奥の目だけを無理やり正面に向けて、僕はできないんですけど、不自然な形を作りますよね。これによって左右の目の印象値を50対50に無理やり矯正して、ここが見せ場だよと顔をより印象的に見せるための演出だと僕は考えます。その見栄をイラストで作り出すやり方、それが今回紹介した印象値の操作ですね。かなり飛び道具的なやり方なので、あまり大げさにやりすぎたり、あるいはキャラクターの自然な佇まいを描きたい場面なんかに使ってしまったり、使い方を間違ってしまうと違和感が出てきてしまいますし、キャラクター性によっても向き不向きがあると思いますので、使い方には注意が必要ですが、覚えておいて損はない考え方だと思います。ぜひ取り入れて試してみてくださいね。はい、今回の講座では顔をもっと魅力的に見せるためのプラスアルファのテクニックをご紹介してきました。いかがだったでしょうか？ちなみに今回紹介した内容はこちらの動画、絵を確実に完成させる魔法で紹介した最後の工程、よさみを増すという工程の詳しい解説だったりします。この動画を見ていて、一体どうやってよさみを増やせばいいのさって思った方も多いと思いますが、今回の動画が一つの答えになっていると思います。もしこちらの動画まだ見ていない方、もしくはよさみってなんだっけと思った方がいらっしゃいましたら、改めて見ていただくことでまた違った発見があり、あなたの実力アップのきっかけになるかもしれません。ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。